皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。2014年から日本への中国人旅行者が急増し、彼らの爆買いが大きな話題になりました。主な購入品の一つに船上便座がありましたね。私はそれが入った土産袋を下げて歩く多くの旅行者をテレビで見て、大きな疑問を抱きました。また、私たちが科学的知識を持つことの大切さを再認識しました。今回話す内容は、私が海外で研究したことで気づくことができた一般にはほとんど知られていないことです。皆さんが海外旅行をするとき、自分自身や家族を守るためにきっと必要な知識になると思います。日本では水道水を次亜塩素酸ナトリウムにより消毒しています。これは水道水の原料として使用される河川水、伏流水などの中に含まれる有機物の分解と除去、細菌やウイルスの死滅、アンモニアの酸化と除去などに用います。日本の水道法では、水道の蛇口から流れ出る水の中に有効塩素、すなわち殺菌力や酸化力を持つ塩素が 0.1ppm 以上含まれていなければなりません。ここで 1ppm とは1リットルの水に 1mg の化学物質が含まれている時の濃度のことです。なぜこのような規則を決めているのでしょうか。次亜塩素酸ナトリウムは強い酸化力を持っていて、水中に有機物が含まれるとこれへ作用して分解します。また細菌、ウイルスは死滅します。日本には自治体ごとに浄水場がありますね。ここでは河川などから取り入れた水へ次亜塩素酸ナトリウムを加えて水の浄化を行います。この時の次亜塩素酸ナトリウムの注入量は取り入れた水に含まれる有機物やアンモニアの濃度を目安とします。次亜塩素酸ナトリウムは含有物とすぐに反応するので、結果として濃度が低下します。例えば次亜塩素酸ナトリウムはアンモニアと反応し、塩素臭を発するクロラミンという化合物を生成します。クロラミンは揮発性が高いので、浄化水を長く放置させることで大気へ放出させます。これによりアンモニアが間接的に水中から除去されます。浄水場はこの浄化水を排水管を使い各家庭などへ届けます。しかし排水管内に細菌やウイルスが増殖していると、ここでも次亜塩素酸ナトリウムが消費されてしまいます。このため各家庭へ到達した水道水中の次亜塩素酸ナトリウムは自己分解もあり、浄水場での濃度よりもかなり低くなっています。しかし上述のように蛇口から出る水に含まれる有効塩素の濃度は 0.1ppm 以上でなくてはなりません。通常はこの値よりも十分に高い 0.5ppm 程度となっているようです。規制値が遵守されているということは、水道水に細菌が含まれていない保証になります。もし有効塩素濃度がゼロならば、排水管内で水が細菌などに汚染されており、飲料水としては不適です。日本で水道水を直接飲むことができるのは、水道局が水の管理をしっかり行っているからです。私は25年以上前から数回にわたり中国へ行き、水の流入はあっても流出のない内陸湖において湖水の風栄養価の調査を行いました。この時、中国の浄水場の見学に行く機会がありました。湖から取り込んだ汚れた水を貯水池に一時的に保ち、これを処理してから各家庭へ届ける方式をとっており、
この点は日本と同じでした。向こうに大きなボンベが見えました。私はそれが何かと思い、興味本位でその方へ歩き始めました。すると浄水場の職員が近づくな死ぬぞと叫び、私を制止しました。それは猛毒の塩素ガスボンベであり、塩素ガスを貯水池の水へ注入して消毒している最中でした。これにより私は中国の水道水の殺菌処理法が日本と異なることを知りました。塩素ガスで処理する場合、その場で殺菌が完了します。しかし、この水をすぐに家庭へ送水すると大変なことになります。そこでしばらく水を寝かせ、塩素ガスが完全に抜けてから家庭への送水を始めます。しかし、もはや殺菌力がなくなった水は送水の途中、排水管内の菌で再び汚染されてしまいます。中国で水道水を必ず沸騰させて飲むのはこれが理由です。ここまで話したところで、皆さんは中国人の洗浄便座購入に対して私が何を言いたいのかお気づきのことと思います。人間には目、鼻、口など身体に粘膜が露出したところがあります。肛門もその一つです。このような場所からは簡単に細菌やウイルスが体内へ侵入します。中国の水道水はおそらく細菌などを含んでいることでしょう。この水を洗浄便座を使って肛門へ噴射したらどうなるか推測できると思います。洗浄便座を購入した中国人は自宅に設置して使っているのでしょうか。大変危険ですね。もしあなたが科学的知識を持ち、適切な判断を下すことができるならば、きっと洗浄便座を購入しないでしょう。科学的知識を持つことがいかに大切かお分かりだと思います。あなたが中国へ旅行し、宿泊したホテルに洗浄便座があったらどうしますか？もしかしたら中国のホテルで独自に水道水を次亜塩素酸ナトリウムで殺菌しているのかもしれません。しかし確認しない限り洗浄便座が設置されていても使うべきではありません。アメリカではどうでしょうか。水道水の殺菌に次亜塩素酸ナトリウムを使っているかどうかは自治体ごとに異なります。私が滞在したことのあるジョージア州アトランタでは大丈夫なようです。友人の奥さんがここでは水道水をそのまま飲めると言っていました。したがってアトランタでは洗浄便座の使用は可能であるかもしれません。以上、外国を旅行したとき、ホテルなどに洗浄便座があった場合、確認を怠らないようにしてください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画までごきげんよう。